それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今の恋愛をうまく進めていくためにということでメッセージをお届けしたいと思います。よろしくお願いします。では早速、今のお相手とあなたの状況、2人の関係性っていうところを見ていきます。ではこちらのドリーミングウェイタロットからもらっていきます。今お二人がそれぞれ考えていること、お気持ちっていうところをもらっていきましょう。はい、お二人の今の現在の関係性っていうのを見ていきましょう。こちら側があなたです。そしてこちら側がお相手として出していて、お相手はまず基本的にあなたと仲良くやっていきたい。そのために自分から働きかけていきたいっていうところが出てきています。コミュニケーションを取ったりだとか、あなたに積極的に話しかけたりだとかされているんじゃないかと思いますし、コミュニケーションもうまく取れてるんじゃないかなと思います。とにかく仲良くやっていきたいっていうのが基本的にこの人の中にありますので、波風立てないようにね、喧嘩もしないように穏やかにっていうような流れで入ってきています。中には少し距離のある方、遠距離だったりとか、SNS でつながっているんだけどっていうような恋愛をされている方もいると思うんですが、でもね、そのお相手はあなたに会いたいなっていうふうに思ってくださってるし、より良い関係性にしていくためにっていうことで、今動いているんじゃないかなと思います。そうですね。やはり距離を少し感じます。出張に行かれてるのか、遠距離なのか、今ちょっとだけね、距離があるよっていうような、距離というのは心の距離ではなくて、物理的な距離、住んでる場所が遠いとかね、今出張で遠くまで行ってるとか、そういうようなのも少しだけ感じます。そして、あなたの方はキングが2枚入ってきてるので、そうですね。その中にはそのお相手の方が年下っていう、そんなね、年下さんとの恋愛っていうのも考えられるんですけど、周りの方々を引っ張っていくような方だし、お相手との恋愛関係においてもあなたがリーダーシップを取っていくような、お相手も動きはあるんですよ。あなたに任せっきりっていうわけではないので、だけども全体的にあなたが空気を作り出していくのではないかなって、このお二人のバランスを見ていくとね、そのように感じます。あなたとしてもお相手が動いてくれるんだったら自分からも働きかけていくしっていうことで、かなりねこうどっしりされてるというか、なんかこうより強いものにしていきたいよねとかね、お相手の話もよく聞くし、そうですね。いざとなれば自分からも動いていくしって大きなエネルギーを持っています。お相手の方がね、フットワーク軽いんじゃないかなっていうのもあるんですけど、なかなかそうすぐにパッと動けないようなところも実はあなたの中であるんじゃないかな。それはお相手との関係性なので、あなたが社会的立場が上だったりとか、社会的なことで今自分はパッとすぐ動けるようなフットワークが身軽じゃないんだよなっていうところを感じてるのかもしれません。お互いね働きかけっていうところはあるんですが、関係性を見ていくとここですね、つなり人のカードが入ってます。何か忍耐するような関係性だっていうのが出てるので、その中でも自分たちは動いてるんだよっていうのが出てくるから、そうですね、こう表向き何でもないように見せなきゃいけない関係性なのかもしれない。水面下でね2人で仲良くしていますとか、みんなの前では例えば職場が一緒だからここは落ち着いて何もないふりでやっていこうとかね、そういうような制限があるのかもしれません。またはね、お互い思い合っているような、思いを馳せているような、そんなような関係だけど、片思いだけではなくてこちらも働きかけがあるので、あなたの方でも気づいているところがあると思います。
お相手から話しかけてくれるなとかね、ただいまっていう一言がいつもあるとか、そういうような関係性だと思うんです。ただじゃあこの関係性をどううまく進めていくのかっていうところをテーマにしてみたときには、ここがアドバイスとして入ってきます。このカードはね、後で最後にアドバイスカードでもらっていきましょう。ハーミットなので、あなた自身、そしてお相手の中にも自分の心と対話する必要がある。そして答えを見つけていくというか、今自分がどの状況にあってとか、その状況と気持ちが噛み合ってないような、そんな感じがするので、それをどんな風に調整とっていこうかなっていうところです。社会的に動けないような感じがするので、今自分がこの王座の場から飛び上がっていくと、王座がね空になってしまうので、自分はここにいなきゃいけないんだよなって、そういう制限も感じている方もいるかもしれません。はい、このように出てきているので、ではお相手の本音っていうところをもう少し深掘りしていって、じゃあどうすればいいのかなっていうところまで持っていこうと思います。一度こちらのカードをまとめていきますね。このアドバイスカードで出したハーミットだけ、後で読んでいきます。このあたりですね。では早速お相手の本音っていうところも見ていって、あと2人の課題っていうところももらっていこうかなと思います。ではまずお相手の本心っていうところを見ていきます。そうですね。職場が一緒とか、生活圏内の中にあなたがいるとか、一緒に2人で物事に対して取り組んでいるっていうような関係性の方もいると思います。中にはその店員さんとお客さん中には店員さんとお客さんのような関係性だっていう方もいるかもしれません。お医者さんと患者さんとかね、お二人の関係性っていうところ、社会的な関係性、なおかつ二人で共同作業をしているっていうような関係性っていうのが出てきています。で、それに当てはまらない方っていうのは、そのお相手とお友達として仲良く仲を育んできたんだよとかね、そういうこともここで伝わってきます。そうですね、今の関係性を悪いものにしたくないっていうようなのがお相手の中で入ってきているので、例えばそのお仕事で今同じことについて取り組んでいるチームメイトだとしたら、まずそのお仕事としての一つの目標を達成したいっていうことで、今その仕事関係の中で仲を悪くしたくないとかね、あなたとの友情を築いている中で今の関係性を壊したくないっていうようなのが出てきています。かなりこの抑えているものっていうのが出てきているので、このお相手はそのかなり保守的なのかもしれません。自分の中で動いているっていうカードが出てきたんですが、その仲良く、あくまでも波風立てないようにっていうことで動かれているところもあるし、あなたに対して優しく接してくれているところもあるんだけど、じゃああなたから見たら、じゃあこのお相手って本当にそれは恋愛感情から来ている優しさなのかどうかっていうところで悩んでるところがあるのかなと思います。そして、抑えているっていうカードも出てくるから、そのお相手が自分の本心をあまり言わないというか見せてくれないっていうところもあると思うんですね。その方がその今の社会的な関係性というか表向きの関係性が成り立っていけるからっていうのがお相手の本心。でも本当の心の中っていうところを見ていくと、今とは違う関係性になっていきたいとか、より良い関係になっていきたいっていうところがあると思うんですね。はい。なぜだったらワンドの6番とソードの6番がお相手のところに出ているので、うまくバランスとってやっていきたい。そしてその自分が時には主導権を握ってというかリードしていきながらっていうところもあるので、はい、その中でそのお相手がどんな風に動いていけばいいんだろうっていうところで、その
両方あるんですよ。プライベートな面でお誘いしていきたいっていうようなお相手のお気持ちもあるし、今の関係性をね、波風立てないようにうまいことやっていきたい、プライベートに持っていきたいっていうお気持ちと、今の表向きの関係性を壊したくないからそのままでいるとか、今の関係性を大切に思っているとか、保守的にゆっくりとっていう感じで、自分が積極的に働きかけていって、あなたが王座の座をね空にするようなことがないようにしたいとかね、そういうところまで気を回してくれてるのかもしれません。保守的なのか、それはね、でも自分の位置を守りたいとか、自分の立場を守りたいとかじゃなくて、あなたのことも気遣ってるからっていうのもあると思うんですね。だからそのグイグイいかずに、本音もバシバシ見せずに、だけど流れに乗ってうまくやっていくっていうようなのが、器用にやられてるんじゃないかなと思います。本心はね、少し見えないところがあるかなと思います。なかなか見せてくれないかなっていう感じですね。そしてじゃあどうやればこの恋愛うまく進んでいくんだろうっていうところで見ていきましょう。そうですね。でもお二人の関係性って明るいものとして捉えていくといいんじゃないかっていうふうに出てきていますし、障害のところにジャッジメントなので、そうですね、ジャッジメントって再生とか復活とかそういう意味もあるんですけど、どちらかというと今回その本音を見せていけるのかどうかとか、その決定っていうこと、決断っていうことで先延ばしにしていることがあるとか、見えないことについての答えっていうところをちゃんと今ちゃんと出すべきなのかどうかっていうところについても考えるのかなっていうのが出てきていますね。ただ前向きに動いていかれるのではないかなというふうに出てきています。そうですね、気持ちを切り替えていきましょうっていうのが出てきているのと、ここです。この最後が、ペンタクルエースで終わっているので、自分たちのちゃんとね関係性を成り立たせていくために気持ちを切り替えていくことも必要だし、動いていくこと、これから物事がね動いていくんですね。気持ちが、物事の流れっていうのが動いていきます。チャリオットのカードが入っていますから、お相手が動かしていくのか、あなたが動かしていくのか、2人で動かしていくような流れになっていくと思います。なんで気持ち見せてくれないのっていうことに対しても、ちゃんとお相手の方で何か示してくれるものがあるとか、行くことがあるとかね、そういうことが出てくると思うんですね。でもそのためには一旦自分たちの中で潜っていく必要がある。あとその関係性を表に出していくのかどうかってことで今戸惑われている方もいるかもしれません。そうですね、それは表に出していくのかどうかってことも合わせてお相手と一緒に考えるってことも必要になってくるかも。この後お二人が実感できるものだったりとか、一緒にいる時間を育んでいきたいっていうようなお気持ちが揃うことだったり、あとはチャンスっていうのも巡ってくるので、その時にそれをいかに掴んでいけるのか、どんな風に掴んでいくのかっていうことが、この後流れの展開として入っていきます。またはその掴みに行こうとするんじゃないかな、お互いにっていう風に入っています。特にお相手の方かなと思います。動いていくっていう風に、大きく動く、これから動くっていうのが出てきます。でも基本的にはこの保守的なところとあまり本心語らないっていうところは変わらないので、でもね、その中で動くってことはこの方の中でかなりの勇気を持って動いてくることだと思うんですね。お二人の中でまた始まっていくことっていうのがあると思います。今現在紡がれている関係性以外にまた新しく始まるとか、新しく感じられるような出来事っていうのがこの方の動きによって感じることができるでしょう。そしてここですね、障害、決定すること、決断すること、前失敗してしまったことに対してももう一度取り組んでいくことに対してどこまで気持ちをリセットしていけるのかとかね、断捨離、リセット、浄化していけるのかっていうところも出てくると思います。あまり過去にこだわらない、縛られないっていうのがキーワードです。お相手の方はもうすでに先を見ているので、ではあなたはどうでしょうか。あなたも広い視野で物事を見ていると思います。お互いが過去にこだわらないとか、そうですね、過去に起きてしまったことにとらわれていると次ってところに目が向かないので、今はその
今あることとかちょっと前にあったことっていうところを置いておいて、2人の先っていうところに目を向けていくといいのではないかと出てきています。はい、掴み取るチャンスがやってくるので、まずお互いが自分の中の心っていうところを尋ねてみてください。あなたはどうしたいですかって。でも譲れないものもあなたにあるんじゃないかと思うんですね。この席から外れるわけにはいかない、何か責任を感じるような立場だったり、お仕事役目だったりとか立ち位置っていうのがあるかもしれません。それをどうするっていうところもあなたの中で課題になってるだろうし、お相手はお相手の中で模索していきながらも、調和を図っていきながら進んでいくっていうような流れになっていくので、そうですね、このお二人のね考えがまとまっていけばいいと思うんですけど、なかなかその表に出していけるかどうかっていうところに対しては、お互いの話し合いっていうのが必要になってきます。そのあたりはね関係性によって変わってくると思うんですが、でもね何事にも前向きに考えて取り組んでいってくださいっていうことで、今はそのあれこれいろいろあなたの中でも考えずに、直感に従って自分が受け取ったもの、ひらめいたもの、それを実現化させていくっていうところに目を向けていくといいのではないかと思います。はい、いろいろとお伝えしていきましたが、アドバイスカードルノルマンでもらっていきましょう。お相手どんな風に動いてくれるのか、必ず物事は動くっていうような流れになっていくので、お相手がどうしたいのかって言ったら、仲を進展させていくんですが、荒波は立てずに平和的にっていうような感じで、そうですね、何か2人の間で今障害に感じているようなことを共通してあるのであれば、そこから2人で抜け出したいっていうようなお相手の本心っていうのが出てきています。お相手が伝えたいこととして1枚出します。そしてあとはあなたへのアドバイスカードです。じゃあ私ってどういうことすればいいのっていうカード。そしてまずはお相手からのメッセージとして1枚もらっていきましょう。こちらのカードですね。お庭のカードいいですね。はい、お相手どのようなことを伝えたいのかとか、どんな風に動いてくれるのかって言ったらお誘いしてくれるんじゃないかと思います。デートのお誘いだと思いますね。連絡というよりは実際に会ってお食事しようよとか、そうですね、会って話そうよとか、顔見に来たよとかね、そういうことだと思います。近くまで来たからとかね、そういうことだと思いますね。はい、嬉しいことがあるんじゃないか。そうですね、お誘いがあるので、その時は乗っていきましょう。もうそれがもう自分にとってのチャンスだっていう風に捉えてくださいと出てきています。ほんのわずかな時間かもしれないんだけれども、お誘い来たらもうすぐに飛び乗っていけるように準備を整えておくといいのではないかと思います。ではあなたはどうすればいいのっていうアドバイスです。鎌のカードが出てきました。自分の中で整理をつける時です。そしてそうですね、人にもよるんですが、なかなか自分からお相手に対してはっきり答えが欲しいって言えなかった人は、そこに切り込んでいく必要が出てくるかもしれないし、逆にね、お相手にはっきりしてよ、もう我慢できないんだけどみたいなことを言ってしまったっていう方は、言ってしまった過去にとらわれずに、その後は柔軟に対応していくことっていうのがアドバイスとして入ってくるかもしれません。いずれの形にしろ、今あなたの中でも自分自身の中で決着をつける時かもしれないし、一つの決断っていうことで共通して入ってくるかなと思います。決断するためには自分の中でも整理整頓していく必要があるだろうし、そうですね、気持ちのリセットっていうところも必要になってくる。それはご覧いただいている方それぞれのテーマに合わせて決めてください。決断っていうのが出てきていました。自分の社会的な立場の決断なのかもしれないし、お相手との関係性においてあなたが今切り替えが必要な時なのかもしれません。過去にとらわれず今リセットしていきましょうっていうのが共通して入ってきていました。
そうですね、お相手はいろいろなものを抱えていきながらも、でもその中でもね、動いていくんだって、お誘いしていくんだっていうのが出てきましたので、お相手のお誘いを見て、それで決めていくこともいいかなとも思います。ただこの方ね、身軽な方ではないので、心の奥底っていうのはかなり保守的なところがあるから、その方が動いてくるっていうことはかなり勇気のいることだったんだと思います。そのようにしてね、受け止めて、もう次はないかもしれないっていう感じで飛び乗っていくといいと思います。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらはダークナイト・オブ・ザ・ソウル、暗闇の中で自分の光を育むというカードです。過去にあった辛いこと、苦しいこと、それらを経験して、あなたはそのことさえもね、積み重ねて、過去にあった辛い苦しいことも経験の一部としてあなたは積み重ねてきています。どのように乗り越えてきたのか振り返ってみましょう。苦しみから乗り越えてきた自分に自信を持ってください。変容、覚醒、力を表すカードです。あなたの手記ね、あなたの記した日記帳の中に今までの経験が書かれています。これらを振り返って、そして辛いことも苦しいことも全てね、自分の糧となってここに記されているので、それを思い出して自信を取り戻してくださいっていうカードです。自分自身の光を思い出し、また育んでいくんだっていうような、暗闇の中を今抜けていく時ですっていう風にね、過去は振り返らない。過去にあった辛いこと、もう経験として、経験値として、もうあなたはもうレベルアップしている状態なので、そのことを再認識してステップアップ、次に向かっていきましょう。はい、ということでした。そうですね、お相手は保守的な中でも、それでもね、荒波を立てないようにうまく動いてくると思うので、それに合わせてあなたも、過去にとらわれている方は過去はリセットして、そして過去じゃなくて今の現状、うやむやのところを何とかしたいっていう方は、そこに対しての何か一つ決めるものがあるのかもしれません。今の恋愛を進めていくために、あなたが今手放すものやこれから取り行っていくことっていうことについてもアドバイスをいただいていきました。ぜひお相手からの動き、お誘いっていうところを待ってみてください。その間にね、あなたの方でもやれることをやっておいてくださいね。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今の恋愛をうまく進めていくためにということで、メッセージをいただいていこうと思います。お相手の本音っていうところを深く潜って見ていこうと思います。よろしくお願いします。まずはお二人の今のお気持ち、状況、関係性っていうところを見ていきます。こちらで出てきています。こちら側があなた、こちらがお相手側として見ていきます。そう、そのお相手的には今その自分が動き出すタイミングだっていう風に出てきているんですね。今お二人の恋愛関係が前進する時っていうのが出てきています。ただその流れだったりとか空気雰囲気っていうところに対して、あなたが躊躇していたり戸惑っていたりするのかなというふうにも感じます。ワンドの点が入ってきています。流れにうまく乗っていけるだろうかっていう不安だったり、あとは抱えきれないほどの大きなエネルギーっていうのを感じるので、今そのお相手のパワーに圧倒されているのかもしれないし、流れがやってきてるんだけどうまく乗っていけるのか、自分が準備不足ではないのかとか、急に不安になってしまったり、または今忙しくて
オーバーワークのカードなので、あなたが手一杯の状態なんだけれども、お相手の方からお誘いが来てるような状態かもしれない。だからすごく嬉しいんだけど、今の自分にそれを受け止めきれるんだろうかっていうふうにあなたが考えてるかもしれないですね。お二人の今の関係性としてはとても良いです。ポジティブで、お相手の方から働きかけっていうのがあると思うんですよね。お相手の方で何かあなたと始めていきたい、進めていきたいことがあるっていう風に出てきてるんです。そしてあなたの方も決めていきたいとかね、お相手に合わせていきたいとかっていうようなお気持ちも出てるので、お相手がこうやって来てくれるのすごく嬉しい。だけど気にかかってることがある。それは自分の体力的なことかもしれないし、今ちょっと疲れてるとかね、そうですね、お付き合いするための時間を確保できないとか、余裕がないのかもしれません。今ちょっとこの山を乗り切るまで少し待ってっていう風にお相手に言いたいんだけど、でもそういうことをしてたらね、お相手どっか行っちゃうかもしれない。だからお相手との恋愛関係も育んでいきたい。だけど自分にはやることあるしっていう風に悩んでるのかなっていうのも少しだけ感じます。こちらのソードのキングはアドバイスカードなので、最後に他のカードと合わせて読んでいくんですが、お二人にとって良い方向に物事が進んでいくでしょう。そのお相手に身を委ねてもいいのではないかなと思います。現在交際されている方っていうのも、お相手の動きに合わせていかれると良いのかなと思いますね。そうですね。もしあなたが疲れているとか、何か自分の中でキャパオーバーを迎えているっていうのを限界を感じているのであれば、それをお相手にお話しして、2人でそのあたりどうするってことを模索されるのがいいのかもしれません。良いヒントっていうのをお相手持ってると思うし、働きかけてくれると思います。それではまた別のタロットカードを使って、お相手の本心っていうところと、あとこれからのお二人の恋の近未来っていうところを見ていきます。お相手はね、すごくポジティブな思いっていうのを持っていますから、そうですね、もうわかるんじゃないかなって思います。まず見ていきましょう。はい、まずお相手の本音っていうところを見ていくと、お相手あなたのことを好きなんじゃないかなと思います。ときめいてるよっていうカードが入ってきてるんですね。ちょっと一度このカード見えやすい位置に持っていきますね。こちらです。この3枚がお相手の本心なんですが、カップのページ、チャリオット、カップの6番という風に入ってきていて、そのとても純粋にあなたを思っているし、今本当に無邪気に恋しているというか、可愛らしいっていう風にあなたからも映ってるんじゃないかと思うし、積極的にあなたにアプローチしてると思います。またはアプローチしたいという風に思っているし、ここにもチャリオットのカードが入っています。お相手のパワーが今強いんじゃないかなと思うんです。パワー、動き、流れ、そしてお相手の持つエネルギー、愛情の深さだったりとか勢いっていうのもあると思います。あなたが、ごめんなさい、今ちょっと疲れていてとかって言っても、思いやってくれてるんですけど、このお相手ときめく気持ち抑えきれずにわって飛び出していくような、そんなね、お気持ちが現れていますよ。今あなたに夢中っていうのが入ってきています。だからそのあなたとの恋愛関係を進めていくために動くんだって、とにかくね、その動くっていうカードが入ってるんです。前進するって、負けを恐れない、負け戦になったとしても自分は進んでいくんだっていうのがすごく勢いがねありますよね。チャリオット2枚入ってきて、お相手の方からの積極的なアプローチっていうのがあります。前からあなたのことをいいなって思っていたんですとか、あとはそうですね、うーんアタックし始めたのが最近かもしれません。なんとなく前からいい感じだったんだけれども、はっきりと恋愛感情として表に出し始めたのは今だっていうふうにお相手が感じてるので、本当に最近アプローチ、恋愛に切り替わったとかね、そんな感じがしてきますね。とてもいいと思います。
そしてこちらが2人の恋の近未来っていうところで、あなたも気づいているんじゃないんでしょうかっていうのが入ってきていますね。はい、こちらもとてもいいですね。これからその仲が進展していくっていうのが出てきているので、うん、今以上にね仲良くなっていけるよっていうのが出てきていますね。ただここ障害のところにタワーのカードが入ってきています。それはお二人の間、何か揺るがすような出来事っていうのが起きるかなというのがあります。それを乗り越えるっていうのがお相手のお気持ち、そしてその障害とか何か二人のね間を揺れるもの、揺れ動くものに対してあなたは結構いっぱいいっぱいだっていうのが出てきてるので、私それについていけるかしらとか乗り越えていけるかしらとか、これ以上ね自分の負担になるようなことになるんじゃないかっていうような思いも少しだけ自分の中で考えてるところがある。なんかね負担っていうところでこれ以上荷物持ちきれないよっていうのが出てるから、そんな今の状況に加えて何かこれ以上起きるようなことがあるんだったら嫌だなっていうようなのがあなたの中の障害っていうところ、お二人の障害でも入ってきてますね。ここねなんだろうなっていうところもありますよね。そしてそうですね、ワンドの5番対策に入ってきています。ワンドの5番ってなんて言うんでしょうね、意見の出し合いだったり葛藤、競い合い、争いとかそういうことも表しているんです。またはライバルの存在っていうのもあるんです。ただその試練というかね、このタワー、何かこう揺るがすようなことがあることに対しても、立ちはだかっていけるのかどうかっていうのが対策かな。立ち向かっていくっていうことですね。立ち向かっていくときに2人の間で分裂するかもしれません。守りの姿勢に入る側と、いや乗り越えていく、積極的に進んでいくんだっていう側で、スピード感の違いだったり立ち向かい方ですよね。ちょっと落ち着いてゆっくりと対処していきたいっていうあなたに対して、いや何が何でもこう物事展開よく進んでいくんだっていう風にまずやってみようっていうお相手と2人の間で別れることが出てくるのかな。それが障害なのかもしれませんね。何か揺るぐようなことがあるから別れる、分裂する、意見が対立するとかじゃなくて、対立するからそれが障害として入ってくるかもしれません。対立というのは喧嘩するとかじゃないんだけど、少しこうキャパオーバーになっているあなたとぐいぐいやっていきたいっていうお相手との間で少しね差が生じるかもしれません。すごくでも嬉しいことなんですけどね、お相手からの情熱とか熱意とかね、こうねお気持ちっていうのを表してもらえることってすごく嬉しいんだけど、そこでどうやって進んでいこうかとか、そうですね、進み方、交際されてる方でも、じゃあこの後どうやってやっていくっていうこの未来っていうところに対しての方向性の違いだったりとか、お相手が、ね、どうしても毎日会いたいみたいなことを繰り返していて、あなたの方でちょっと待って、今ちょっと休み欲しいんだよねとかっていっぱいいっぱいお相手に合わせていっぱいいっぱいな感じかもしれないし、そこに対してね分かれていくような、ちょっと違うかもって思うようなことが今障害として入ってくるかもしれないなっていうのはあります。だけどじゃあどうすればいいのっていうところ、お二人はねここね今の現状すごく良いし、関係性とか相性っていうのも良いので、ご縁っていうのもちゃんと感じられていると思うので、今お互いの負担になっていることだったりとか、スピード感の違いとかね、そのコントロールの仕方だったりとかっていうのも違うなっていう、それぞれの違いっていうところを受け入れていきながらもやっていくんじゃないかな。そしてそれを決めていくのは、進めていくのはねお相手なんだけど、あなたの心の中であなたが決めなければ物事は丸く収まっていかないというか、うまく回っていかないんじゃないかなっていうのが出てきているんですね。お相手に身を委ねることは表向きそれで正解なんですけど、心の中あなたが納得していなかったらあなた動かないですよねっていうのが出てきているんです。確かにお相手のこと好きだし、お相手もあなたのこと好きなんですよ。はい、カップの2番が入ってきています。2人のつながりっていうところを強く今感じている瞬間でもあると思うし、
何があってもお相手はあなたから離れていかないと思います。今ね、ここ何かあって対立したとしてもね、それでもより良くしていくためにとか、自分の気持ちをストレートにぶつけてくるかもしれないので、あなたが心の中で納得していれば、あとはお相手に身を任せていくだけっていうところです。影なる実力者としてあなたが回していく、ことなきように回していくのではないかなっていうのが入ってきています。はい。そして自分の心で納得するのが一番です。でもそのお相手があなたのことを嫌いって思っていないし、あなたもお相手に対してご縁っていうのを感じてるし、今まさに運命の輪がね回り始めたところ、自分たちのところに運が巡っていたところなんだ、だから動いていくんだっていうお相手に対してね、じゃあ私どうすればいいのっていうところでアドバイスカードルノルマンをもらっていきましょう。ルノルマンカードからアドバイスもらっていきましょうね。で、お相手のお気持ちに対してすごくよく伝わってくるので、どんなことがあっても進んでいくよとかね、勇気を持って立ち向かっていくとか、まだ見ぬ先だとしてもどんな結果になるかわからない、だけれども自分の気持ちを大切に持って動いていくっていう、ね、果敢に攻めていくっていうお相手なので、お相手のお気持ちよく伝わりました。チャリオットも出ている、お気持ちもちゃんと出てきてるので、何があるのっていうキーワードになるところ1枚と、じゃあ私って何をすればいいのっていうところももらっていきます。そして先ほど出したソードのキングもアドバイスカードなので、これは先ほども伝えた通り、お相手に最終的にはね身を委ねていくっていう、で2人の気持ちが揃っていくので大丈夫ですよ。ではまず障害に対しての1枚と、あなたに対するアドバイスカードです。はい、あなたに対するアドバイスカード。はい、では見ていきましょう。まず障害に対して道のカードですね。選択ですね。分岐点。岐路に立つでしょうっていうことです。進むか進まないかとか、どの方向に進んでいくかっていうことで、お互いやっぱり対立というか意見のぶつかり合いだったり考え方の違いっていうところ、今はもともとはすごく揃ってるんですけど、今何かがあって分かれる、意見が分かれるのか、それとも意見が分かれることによって気持ちの具合とかね、流れとかがちょっと噛み合わなかったことによって、それが2人の気持ちが揺らぐようなことにつながるのか。でもどんなに揺らぐことがあっても、この人は進むってことを決して恐れないので、じゃああなたはどうするっていうところだと思うんですが、ここね道のカードが出てきています。選ぶ、選択、もしくは分岐点ってところで、でもねお相手は進むってことはもう強く出てきているので、お相手はねやめるとか止まるとかそういうことはしないと思うんですよ。じゃああなたがコントロールしていけばいいんじゃないかっていう風に出てくるかなと思います。進むってことはこの人変わらないから、じゃああなたが後ろからサポートしてあげて、あなたの思う方向にね舵を取ってあげるとか、陰ながらね、だから影の実力者っていうところです。はい、お相手を立てていきながらも、あなたが後ろで少しだけ手伝ってあげるとか、自分の負担がかからないような方にお相手が進んでいけるようにうまくコントロールするとかだと思います。ではじゃあ私どうすればいいのっていうアドバイスです。クロスのカードです。疲れてることとか今考えてることで、自分が負担だなと思ってることを、疲れたとか負担とか、もうこれ以上無理かなって思ってることを、あなたがもうここで決着つけるんですとか、自分が課題に感じてることに対して乗り越える時が今なんじゃないっていう風に入ってきますね。運命の輪、そしてソードのキング、クイーン、ワンドのエース、チャリオット、ね、あなたの心の思うままに今決める時なんじゃない。そしてそれはお相手と共有できることであれば共有してもいいんですが、あなたはでも多分一人でおおむね決めていこう、決断しようとかクリアしていこうって思う、あなたの心にある課題なのではないかというふうに出てきています。でもそのお相手に助けを求めると、この人助けてくれるぐらい力有り余ってるので、ここはねお相手に助け求めたいなって時は素直にお相手に助けてって言ってもいいと思います。そうですね、あなたの中の課題がもう終わりを告げる時ですっていうのが出てきます。もう少しもらっていきましょうか。
何かあなたの中でも終わらせなきゃって思ってることがあるんじゃないかな。これが終わったらお相手と歩調を合わせていけるとか、あとその問題が起きてること、もう今現在ね問題起きてることがもしあるんだったら、それをちゃんと解決させていくこと、その問題に対してお互い行きたい方向が違うかもしれないですね。やっぱりこう対立っていうところが出てくるので、お相手と意見ぶつけ合うことすら怖いとかって今思っていたりとか、それぐらいお相手のパワーが強いとかね、だったりかもしれないんですが、そこを一つにまとめていくことが課題なのかもしれない。そうですね。そう、信頼関係を失っちゃうのが怖いとかね、対立することによって、本音を話し合うことによって、お相手から嫌われたらどうしようとか、今の関係性が崩れたらどうしようとか、それは今ここにあるタワーっていうのはお互いの信頼関係に関わってくるようなことになるんじゃないかなとも思うし、この課題ってことを考えると、ぶつかり合いとか対立っていうのは避けられないんじゃないかっていうふうに感じていたり、または2人の間だけではなくて他のところで対立っていうのが入ってくるかもしれないですよね。そうですね。そのような、アドバイスカードも入ってきます。ただ全ては自分の心に従ってください。あなた自身が多分自分の心がイエスって言わないと動かないとか決められないっていうところがあるから、あってもねあまり我慢しないでねっていうのは入ってるんですよ。今かなりいっぱいいっぱいな状況なので、それは周りに振り回されているかもしれない。お相手だけじゃなくてね、それ以外のところで振り回されているようなところがあるかもしれないから、まずは自分自身落ち着かせて納得させて動けるようにすることっていうのがアドバイスかなというふうに出てきていました。はい、ではではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージ、そしてこちら最終結果がワンドのページ3なので、あなたにとって良いお知らせが届くだろうし、自分にまた自信持って自由にポジティブになって動いていけるよっていうのが出てきていますから、だからね、今そのいろいろ抱えているものがあったとしても、これから何かね起きる対立とかあるかもしれない、怖いって思うかもしれないけど、でもちゃんと乗り越えてあなたは身軽になっていけるからねっていうのがあります。はい。なのでね、そうか、そうですよね。でも何かその対立とか怖いとかって思っちゃうと不安ですよね。じゃあちょっと待ってくださいね。なんかその不安を和らげる方法を教えてくださいっていうことで、タロットもらっていきましょう。あなたへのアドバイスです。お相手はね、もうね、動くっていうのはもうすごく出てきてるので、だからこそっていうのもあるかもしれないですよね。お相手が止まってくれないからこそっていうのもあるかもしれないんですけど、はい、もらっていきましょう。カップの7、迷うなっていうのが入ってきました。何があっても迷うなとか、今抱えてる不安、迷いとかですよね。迷い、霧が晴れない中にいたとしても、しっかりと足元見る、現実見ていくことによってクリアしていけるから、何を選ぶのも自由なんだけれども、あなたの心の中にもうすでに何を選ぶかって決まってるんじゃないって。決まってるんだけど、それを選ぶことによって対立したりとか崩れたりするのが怖い。でも結局は現実見て自分の心の通りに動いていけば切り開いていくものが出てくるんじゃないかっていうのが出てきています。迷っていたり恐れてたりするものを、そうですね、ペンタクルナイトのカードが入ってきています。お相手のスピード感とあなたのスピード感が違うのかもしれないですね。あなたからしてみたら。お相手すごいなんかこう今勢いある状況で、その流れに身を任せても本当にね、こう滝のようにわーって流れてくるのに対して、あなたはもう静かにゆっくりと水を溜めて、そのお水をゆっくりと飲んでいきたいっていうような
ペースなんですよね。だけどしっかりと水を飲んだっていう実感が欲しくて、うわーって打たれてあっという間に終わりとかじゃなくて、しっかりと育んでいきたいよねとか、しっかり未来を見据えて進んでいきたいよねっていうところがある。だからそんなにスピードよくいかないで2人で歩調を合わせていきたいとかね、そういうこともあると思います。かなりお相手が求めてくると思うので、そこに対してね、じゃあそこは現実的に考えてどうなんだとかね、他に見逃しているところあるんじゃないかってお相手に突っ込みたいところがあるんだけど、それを言ったらなんか機嫌悪くしちゃうのかなっていうふうに考えてるから言えないとか、そういうところもあるかもしれない。でもそういうね迷いから、あなた自身がここで一つカップを手に取って動いていく時なんだって、あなた自身もね誠実な対応をとっていきましょう。でゆっくりでもいいじゃんって、こういう理由があるからこういう感じでやってもいいんじゃないみたいなことをお相手に提示していけるといいのかもしれません。でここは2人の足並みを揃えていく時だから、そうですね、決して恐れないでくださいね。信頼関係が日々入るとかそういうことじゃないので、そのカップの2番も出てきているから2人のつながり信じてくださいね。それではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。ごめんなさい。こちらですね。はい、ギフテッドガイドです。あなたが最近強く惹かれたものを身につけて幸運のお守りにしてください。運を味方につけましょう。カードのメッセージはスター、ギフト、運、可能性です。可能性を信じていきましょう。ね、可能性を信じてあなたが今道を照らして動くとき、決めていくときですよ。だから心細いときはお気に入りのものを身につけて、それを自分の中のラッキーモチーフ、幸運のお守りとして持ち歩きましょうってことがメッセージです。はい、ぜひ自分の心強い味方を身につけて、これから運を味方につけて進んでいかれてみてください。はい、お相手はね、あなたのことを強く思ってくれていますから、あとはじゃあどういうふうに動かしていこうかっていうところですね。今回は今の恋愛をうまく進めていくためにっていうことでメッセージをいただいていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは今の恋愛をうまく進めていくためにということで、カードからのメッセージとお相手の本心っていうところを深く潜っていこうと思います。よろしくお願いします。では早速今のお二人のお気持ちだったり状況、バランスっていうところを見ていきます。はい、ではこちらのカードから見ていきましょう。こちらがあなた、こちらがお相手として今出しています。なんかお互いそうなんですけど、考えてることと心の中っていうのが少しちぐはぐしてるかなっていうのが出てきています。よりお相手の方がそれが強く出てきているかなっていう風に感じますね。ここ表面上では力のカードなんですが、深層心理のところでソードの9が入っているので、かなりお相手の中でネガティブモードに入っているというか、不安でいっぱいとかね、不安で夜も眠れない、胸が押しつぶされそうだとか、そういうような心の声、叫びっていうのが出てきています。でも表向きというか表面上は力のカードなので穏やかに見えているんじゃないか。だから表向き穏やかだけど、実はこの人内心すごく焦っていたり悲しんでいたり何かにとらわれていたりとか、それでひどく落ち込んでいるっていうようなのが出てきてます。でもね、表向きそれが出てきていないので、パッと見元気に見えるかもしれません。穏やかに見えるかもしれない。そしてお二人の関係性っていうのが
ここですね、始まりのカードが入ってるんですね。物語のスタートです。はい。今まさに始まったばかりとか、これから始めていくことについてお互い考えていたり取り組んでいたりっていうところが出てきます。テーマとしては始まりですね。始まっていく、始めていきたい、だけれどもってことでお互い不安に思っていることがあったりとか、特にお相手ですね、そのうまくバランス取りながらお付き合いしていきたい、あなたと向かい合って話していきたい、寄り添っていきたいっていうところがあるんだけど、何か耐えていたりとかするところがあるのかな。で、強く見せているんだけど、でも心の中って結構繊細っていうところが出てきています。そしてあなたの方でもその表向きソードのキングが出ているので、うまく立ち回っていきたい、やっていきたいし、支え合いながらやっていきたいっていうところがあるので、そう前向きに捉えてはいるんだけど、心の中の声っていうと助教校なので、まだ全てそのお相手に見せていないところがあるんじゃないかっていうところがあります。それがいいとか悪いとかではないですよ。ないんですが、まだ見せていないところもあるし、そうですね、まだお相手のことも全部知れていないところがあるんじゃないかって自分自身で思ってる、感づいてるかもしれません。実はなんか悩み事あるんじゃないかなとかね、そういうことをあなたが感じてるかもしれません。こちらのカップの10はアドバイスカードです。後でその他にもねカードを出していくので、その時に合わせて読んでいきたいんですが、まずカップの10っていうのはここに絵柄としてもね出てるんですけど、一部では家族を表すようなカードでもあります。お互いのつながり合う気持ちとか、共有できる幸せとか、それを大切に喜んでいきましょうとか、安心も表しているカードなので、いかに気持ちが通じ合っているかとか、その気持ちのつながりについて幸せな気持ちで満たされましょうっていうカードなんですね。これはアドバイスカードです。でもね、気になるのはここのお相手ですよね。この6枚のカードの中で一番目を引かれるのが多分ここなんじゃないかなと思います。ここについても後でそのお相手のね本心っていうところ、本音っていうところもう少し深掘りしていくので、その時に見ていきましょう。ここですね、表向きはね強く振る舞っているかもしれないですね、このお相手では。早速もらっていきます。こちらのタロットカードから、シャッフルしてお相手の本心3枚と、あとそのこれからの恋の近未来ってところを出していきます。はい、それでは、お相手の本心はこちらの3枚です。かなりね、そのソードの9も入ってるので、2枚目なんですよね、ソードの9が。だからお相手の中で考えるというか、悩むようなことがあったりとか、今傷ついているとかね。だけど、2人の関係性っていうのはもう始まっているので、そこに対して、じゃないところなのかもしれないですね。ちょっと深い傷っていうのを感じます。ソードの3番、ソードの9番、そしてワンドの5番、ワンドの6番なので、ネガティブモードなんだけれども、ここ1枚だけ、それでも自分は進んでいきたいんだとか、掴みたいものがある、暗闇の中、それでも光を見出して進んでいきたいんだっていうわずかな希望がここに出てきています。そうですね。やっていきたいんだけどうまくやっていけるかどうか自信がないとかね、かなり自分で自分を追い込んでいたりね、何か胸につっかえてるものがあるので、これを何とかしないとこの人は気持ち解放していけないんじゃないかなっていうのが出てきてます。本心としては傷つきたくないっていうのが一番かなと思うんですね。でも表面上は穏やかに見えているので、すごくでも心ナイーブなんだなっていうのが伝わってきます。何に対してそんなに恐れているのかなっていうところで、ルノルマンカードでちょっともらっていこうかなと思います。
お相手が今悩んでることをテーマとして1枚出しますね。そうですね。まさに今の現状としてもマジシャン始まりのカードが入ってるので、可能性っていうのをお互い感じてるんです。ただお相手の悩み、あとネズミのカード、ストレスを表すカードで、それはどこから来てるのかっていうところが欲しいので、どこからこのストレスが来てるのか、棺のカード、はい、ユリのカード、そうですね、ユリデビル、中にはその体の関係とか男女の関係っていうところで今、えーっとそういうつながりをね持っているよっていう方もいるかもしれません。ですが、それよりも何よりも一番感じるのは、お相手が今ストレスをたくさん抱えていて塞ぎ込んでいるような感じがします。でもそのあなたとの関係性においては可能性を感じているので、どっちも持っていきながらっていうところですね。最終的な結果としては良いんですよ。結果は良いんだけど、家庭とか障害乗り越えていくためにっていうところで、かなりこのお相手、難関かもしれません。でもようやく結びついたとかね、そういう気持ちが最終的にはねお互い実感できるので、ここにつながっていきますね。満たされる気持ちってところに最終的にねつながっていくので、ちゃんと気持ち通じてるからねっていうところで、かなり厳しい状況だったり、お相手の心身のバランスかな、そういうのも関わってくるかもしれません。今メンタルが崩れているのかなと思います。ソードの3番、ソードの9番、カップの5番という風になってくると、障害とかもかなりハードだし、乗り越えていくためのメンタルもそこまでこの人強くない、今はね強くないっていう風に出てきてるから、もともとは多分強いと思うんですよ。でも今それをカバーしきれないぐらいの何か心の中の葛藤だったり、そうですね、抱えてるものっていうのがいっぱいいっぱいになってるような感じですね。それね、いろいろ見ていってもなかなか決着つかないぞっていうところが正直出てきています。それはね、そのあなたに対してどうこうとかではなくて、多分この人の中の頭の中の世界だと思うんです。あなたのことに対してだとしても、自分のことを必要以上に責めすぎてしまったりとか、あとはあなたのことだけじゃなくて、いろいろと考えていかなきゃいけないこと、自分の中で整理しなきゃいけないことあるなっていうふうに、かなりね思い詰めてるような感じだから、そんなに思い詰めなくていいんだよっていうふうにしてあげたいんだけど、でも今のこの人って何言っても多分聞き入れられない、耳塞いじゃって目を閉じちゃってるような状態だから、今その自分のネガティブモードから抜け出せないようなところまで来てしまってるんですよね。だからこの方がポジティブに向かうまで、回復に向かうまでは時間がかかるかもっていうのは出てきています。がっかりされたくないとか失望されたくないっていうのがこの人の中で強く出てきているので、だからその表面上は何もないように装ってるのかも。そういう意味では誇り高き方ですよね。自分を強く見せておきたいとか、あまり弱いところを見せたくない、でも本当はナイーブで今すごく不安に感じていたり、あなたにがっかりされたくないっていうところでいっぱいなところがある。かなり道は険しいかもしれません。ですが達成した後の喜びつながりっていうのがかなり大きなものがあるので、お相手も気持ち安定すると思います。そして今それに向かって取り掛かってるよっていうのがあるから、あなたも感づいているんじゃないかなっていうのがあります。このお相手が抱えているものや状況ですね。かなり乗り越えるには条件的に今揃っていないものがある、不足しているものがあって、あなたの中でも時間かかるぞとかね、そういうことは感じてるかも。そうですね。だけど決してあなたもネガティブにならずね、あなただけは前向きでいてくださいっていうのも入ってくるかなと思いますね。はい、ここね、先ほどもお伝えした通り、アドバイスカード、つながり合う喜び、共有し合うお気持ち、これを大切にしてください。それまでは時間かかったりなんだりするかもしれない。だけどもね、信じるっていうところです。
そしてここですね、この悪魔のカードも入ってるので、その中にはね、そのお相手がひどく疲れているとか落ち込んでる中、あなたが励ましていって、そしてそのまま一夜を共にするっていうような方もいるかもしれないんですが、でもね、それがいいとか悪いとかでもなくて、今このお相手にはね、それが必要な時だったのかもしれません。だから決してそれについてお相手も自分自身責めることないし、あなたもね、自分自身でひどくね責めたりすることはないのでっていうのは出てきていますね。誘惑のカードがここに出てきてるんですね。その誘惑っていうのが、そのお相手のね、弱っているお相手の心につけ入る何かが出てくるかもしれないんだけど、でもね、それは今はこの方にとって必要なことなんじゃないかなって。逆にね、その誘惑が差し込んでくることによってネガティブモードから抜け出していくきっかけになるかもしれないので、ここに対してのね、補足っていうところももらっていこうと思います。ではこちらのタロットから、このカードに対する補足と、あとどうやったらそのお相手との仲をうまく進展させていけるかっていうことでアドバイスをもらってきます。まずはここに対する1枚です。1枚をもらってもう一度切ります。これで見ていきましょう。まずお相手の悪魔に対してジャスティス。なるほど。そうですね。そうですね。もしお相手、そうだな。多分、男女のつながりとかっていうところが先に来てしまうかもしれない。順番が逆になるようなことがあるかもしれないし、それだけじゃなくて、今その順番逆だよねって思うようなことがあるかもしれないんだけど、でも今はそれはお相手にとって順番的に、世間一般的には間違ってる、逆だって言われるかもしれないけど、この人にとっては今この順番が来てもいいんじゃないかっていう風に捉えて、あまり厳しい目でジャッジしないでっていうようなのが出てきています。今はこれでちょうどね、バランス取っていく時なんだっていう風に捉えてくださいと。そしてあなたもそれを受け入れていくんじゃないかなというのが出てきています。そうですね。それがそのお相手の癒しになるのであればっていうところで受け入れていくのではないかなと思うんですね。でもそこに対してあなたが、いやこれは絶対違うって、私はそのやり方は好まない、違うんだっていうふうに思うのであれば、あなたはあなたの正しさを突き通してください。けれどもここの間で揺れるんじゃないかな、お互い。世間一般的に、もしくは自分たちの常識とはとか正しさとはっていうところと、そこに反するかのように、逆にね、パチッと惹かれ合って離れられないような、誘惑されるようなものだったりとか、お気持ちっていうところに対して揺れるんじゃないかなと思うんですね。だからどっちが悪い、いいとかっていうのは決めない方が今はいいんじゃないかなと思います。いろいろこの人厳しいのでね。ではここに対する補足と、あとそのお相手が抜け出していくためにっていうことで、何かね、こうもらっていきましょう。カップの4番とペンタクル6番っていうことで、落ち着きますね。状況的にも落ち着いていく方に物事が流れていくし、このお相手自身もネガティブモードから抜けた後っていうのは、うまく均衡を保っていく方に働きかけていくので、そうですね、今見えてなかったものが見えてくるとか、取り戻せるとか、そういう風なことに気づくことができると思います。まだこの人ね、今見えていない、心の中はね見えていないので、そうですね、私どうすればいいのっていうところに対しても、今は時間かけて取り組んでいきましょうっていうところが出てくるかなと思います。
あなたの方でもそうですね、お相手とうまくバランスをとっていくためにっていうところに今は重点を置いた方がいいのかなというのが出てます。今のあなただったらお相手を支えていくこともできるし、そうですね、中にはその何があったっていうふうにズバッと聞いてね、切り込んでいける方もいると思いますし、いろんなやり方があるから、今自分ができそうなやり方でやっていこうよっていうところで、ただし2人の関係性は始まりのカードが入ってるので、いろんな意味で始まりっていうところが入ってくるかもしれません。このお相手のネガティブモードを抜け出してくれるのがあなたの役目なのかもしれないし、そのいろんな意味でね、始まりがあるかもしれない。だけどそれを受け入れていくのか、ね、でも最終的には乗り越えた後っていうのは調和が取れていって、そこでつながる喜びとか共感し合えることっていうのができるから、より一層絆が強まるとかね、そういうことが出てくると思います。はい、だから決してそのがっかりせずにね、気持ち失わずに保ち続けてくださいっていうのがアドバイスカードです。そうですね。ではレノルマンカードからあなたへのアドバイスももらっていきましょう。それは生活やお金に関わるようなことかもしれませんね。それがお相手が悩ませてるお相手が頭を悩ませてる原因の中に入ってくるかもしれません。生活の乱れだったりとかね。でもそれらが整っていくでしょう。ではあなたに対するアドバイスカードです。はい、コミュニケーションを表す鳥のカードです。お相手とコミュニケーションを重ねていきましょう。まだね、なんとなくお相手のことを察しているんだけれども、でも真実見えていないとか、またね、見て見ぬふりをしていた方がいいっていうふうに思うかもしれないですよね。あなたがそういうふうに判断するのであれば、それで進めていけばいいし、真実知って何とかしたいんだって思うのであれば知っていくってことをすればいいし、そこはあなたのさじ加減なんですが、でもここはね、コミュニケーションをとっていくことっていうのがアドバイスなので、放置せずにお相手とコミュニケーションを重ねていく。そのやり方はね、それぞれなので、でも可能性はすごくあるよって、あなたはできるよっていう現状が入ってきてるから、あなたの方でも今何かしようって思ってるのかもしれない。あなたなりのやり方で構いません。一言二言声かけてそっとしておくっていう人もいるだろうし、もう全部面倒見てあげたいっていう人もいるだろうから、自分のやり方で可能性広げてみてっていうのが出てきていました。はい、必ずコミュニケーションは取っていくこと、これは共通して入っています。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらはリバース、再生を表すカードですね。不要なものを手放して新しいものを受け入れていきましょうっていう風に出てきています。あなたの中でも今いろんなことを考えすぎていたりとか、あと願望成就のためにどの道を進めていけばいいのかっていうふうに考えていて、その中で今手放していくものっていうのがもうすでに見えている方もいると思うんですね。直感力に冴え渡っている時なので、あなたが今自分の直感に従っていく時だから、倫理的なこととか論理的なこととか、もう頭の中では分かってる、こうした方がいいって分かってるんだけど、でも心はこうやって叫んでるんだっていう、この心の叫び声っていうところに耳を傾けて動いてもいいと思います。前向きに取り組んでいきたいこととか、中にはそのお相手と一緒にね、沼にはまってしまうようなことも出てくるかもしれないけど、今はそれでいいんだっていう風にあなたの中で噛み砕いていくことが必要かもしれません。リバース、再生のカードです。それはね、お相手にも言えるかもしれません。お相手が復活再生してくるまでに、状況も環境もいろいろとあります。対立だったりとかね、その中で自分が光を見つけて進んでいくんだっていう少しの希望がこの方の本心の中に入っていますから、それ以外はね、全部ね、ネガティブな気持ちの方が強いんですよ。でもそのたった一つの光にあなたがなっていける可能性が強いので、ここはね、時間をかけてお相手の回復を待っていきましょうということでした。今この恋愛を進めていくためにということで、今回は深く読み解いていってお相手の本心っていうところを潜っていきました。かなりね、この人今何かしら抱えるものがあったり、ストレスですよね。そこを何か終わらせていく必要があるんですよね。それはいろんな意味でね、他のカード見ていても気持ちだけじゃなくて、メンタルとか体の問題とか
お住まいのことだったり家庭のこと、生活のこととかいろんなところから要因が入ってくるので、全体的にこの方今かなりねひどく疲れてるとかネガティブな感じで考えてるかなっていうところはあります。はい、では今回はアドバイスもつけてお届けしましたので、できるところからやってみてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となりました。いかがだったでしょうか。今の恋愛をうまく進めていくために、そしてお相手の本音、本心っていうところを見ていきました。今お相手はどういうことを考えているのか、そして2人の関係性は今現在どんな関係性なのかっていうところも見ていきました。そしてアドバイスもお付けしましたので、できるところからやってみてくださいっていうのが共通して入っていました。はい、ということで、今回はタロットカードを何種類か2種類使ってね、そしてルノルマンカードを使って見ていきました。こちらのドリーミングウェイタロットさん、こちらで今回プチ占い3択行っていこうと思います。いろいろと見ていったんですが、今その私何すればいいのっていうところも出したんですけど、それにプラスして今3択で出していこうと思います。もう少し詳しくね、プラスアルファで何かくださいってことで3択でもらっていきます。選択肢でいただいたアドバイスの他にプラスでこちらをお受け取りください。必要なメッセージだけお受け取りいただいても構いません。今こちらに3枚並べていきます。お好きなもの1枚お選びください。選択肢とは全然関係ないので、1番だからこれとかね、そういうことはありません。今ここでお選びください。はい、この3枚を出していきます。ではここで見ていきましょう。はい、よろしいでしょうか。左、真ん中、右というふうに3枚出しています。では本日は右側から見ていきましょう。右をお選びいただいた方です。ワンドの5番が入っています。少しあなたが困っているところが出てきていますね。ここね、意見が割れるとか対立するとか、あと競い合うっていうようなカードなので、今そのお相手との仲を進展させるために反対を受けていたり、または葛藤をしている方もいるかもしれません。どれほどお相手との仲を発展させていきたいのか、どれぐらいのお気持ちがあるのかっていうのを試されている時かもしれませんね。そしてあなた自身の心に余裕を持たせることで、この恋進展する方に引き寄せられていきます。だから周りとうまく付き合うことも必要になってくるでしょう。周りとの不和を感じている方はうまくね慣らしていくことっていうのもアドバイスとして入ってきています。ライバルだけじゃなくてね、何かこう自分たちの恋愛を進めていくために誰か他の人が関わってくるとか、認めてもらわなければいけない人がいるとかね、なんかこう人物的な存在か何かエネルギー的なものかもしれません。こう自分の中で障害葛藤っていうのを感じているのであれば、それを解消させていく方に今自分がね余裕を持って取り組んでいけるような気持ちでいくことが大切ですっていうのが出てきています。では次、真ん中をお選びいただいた方です。私この恋愛を進めていくためにどういうことをすればいいですか。ソードの7番です。はい、なんか戦略を立てていきましょうっていうことと、あと誠実に取り組んでいくことが大切になってきます。あなたの心、良心に従って行動できているか今一度見直してみてください。そしてお相手を信じていくことです。はい、そして敵は他の人だけではなくて自分の心にあるのかもしれません。自分の心に誠実に向き合うことも大切です。お相手と誠実に向き合う前に、まず自分自身に誠実であるかどうかっていうのを、尋ねてみてください。困難を回避することっていうのも必要かもしれませんが、今はまずね、
一番最初に自分自身の気持ちどうなってるかな、どこに向かってるかな、それは誠実なのかなっていうところを考えてくださいねっていうのが出てきましたね。はい、そして次、左をお選びいただいた方、何をすればいいのか、フールのカードです。これはもう解放自由とかっていうことで、あまり先どうなるかわからない。だけど、それはみんな一緒だからね。今スタートラインに立ったところです。始まりです。あなたは何も持ってない。だけど全てを持っている。いろんな可能性を信じて、あなたはこれから解放される。もうスタート。ゼロから始まっていくんだっていうお気持ちを持つこととか感じることがまず今一番大切なんじゃないかっていうのが出てきています。なんか囚われていて動けなかったとか、先のこと考えたら不安になって行動に起こせなかったっていうところから抜け出す時なんじゃないかって。いろんなことにとらわれなくていい。まず自由に表現したり動いたりしてみてくださいって。後先考えなくてもいい。今はね、それがあなたに必要だよということは何かしらとらわれていることがあるからだと思うんですよね。いろんなことにとらわれすぎる必要はないよっていうふうに教えてきてくれるんじゃないかなと思います。温かい気持ちを持って飛び立ってみましょうっていうことで、それぞれ3つ分かれていきましたので、なんか当てはまるところをお受け取りいただけたらなと思います。はい。では、お相手との恋の近未来っていうところも見ていきましたので、またその恋愛をテーマにしたことっていうのをこれからも取り上げていこうと思っています。その他にも今その恋愛とかいろいろシリーズ化しているものもあるので、最近やってないのは年下さん限定の恋愛とかね、そのようなレーリングを最近行ってないので、それを今度やってみようかなと思います。ぜひお楽しみにしてください。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。